バーボーン。アップデート6。うっかりミスでカッサカサになるもなんとか生存できた我らがビーバー。水源にも到達して抜本的な悪潮対策も開始。生きよビーバー、仲間の犠牲を無駄にするな、楽園を築くのだ汚水に飛び込みラオジンさんが奮闘した清水弁はこんな感じ。2日後に湖側の清水弁が完成。ここは 1% でも汚染されてたら自動で閉まるように設定しましょ。こっから先は綺麗な水しか流さん。水だばー。水源の水量に対して排水が追いついてない。こっちの水源は3個、もちろん悪潮対策もせねば。普通の水門3つと堤防。ここに水路を掘って、綺麗な水も悪潮も両方とも捨てるつもり。現状水量多すぎなので普通の水も捨てる決断をした。はっぱー。はっぱー。ちまちま爆破。ラオジンさん、あとちょっとで清水弁完成するよ。かわいそうに、パンクなカラーになっちまってる。あんたの犠牲、無駄にしないよ。などと工事をしてたら干ばつ9日が来た。これくらいなら貯水もあるから楽勝だな。干ばつのうちに清水弁を完成させるぞ。次は悪潮かもしれん。悪潮を排出する側の清水弁の建設を開始。ダイナマイトも蓄次投入。約6日が経過し注水。手前側の貯水だけでいけそうだな。でも干ばつ終了間近に全部使い切っちゃったよ。余裕なのは10日間くらいか。水位が低いから大半蒸発で消えてそう。いのーちの水。とりあえず川の水は残ったまま生還。干ばつ明け、祝いの葉っぱ。これで水門空いてない時は普通の水も薄いも横に捨てられるな。水だばー。これで悪潮対策ダムも役目終了。トラブル時に使うかもだから、次の悪潮様子見て平気そうだったら撤去しましょ。そして水源3個分の水を捨ててもまだ溢れる川。前よりかマシになってそうだがまだ有料が多いようだな。はっぱっぱー。3日後に悪潮来るってよ。手順をミスるな、着実に工事を進めろー。最後の仕上げだ。あやべここまだ爆破しちゃいかんとこだ。お前が手順ミスってんじゃねえか。建築現場が遠すぎです。てへ。階段作ってフォローしました。無駄工事。ラオジン水弁、完成だー。悲しくも英雄ラオジンは完成を見ることなく天国に旅立ちました。命の水は湖に流れ、汚水は山の逆側に自動で流れます。水門の開け閉めのやらかしも自動化で安心。清水弁は水位を検知し放水も可能。メインダムの放水もこれで自動化するぞー。清水弁設置予定地を掘り下げろ。歯車の在庫ができたので中くらいのタンクを設置。貯水330ビーバーの5日間の飲み水。さあ悪潮、完全に分水した。もう山頂の湖は汚させんぞー。分水は成功してそうだ。でも今回16日もあるぞ。前回の干ばつより7日も伸びてる。水もつかな？怪しい。湖は濃い青のところが水深2だけど、水門より低い位置だから使えないんだよね。この辺もそのうち工事だな。メインダム、最下層までダイナマイトで掘り進んだところに清水弁を建設。夜中にやるなよミニキーだろ。水位はこんなもん？横の壁の高さだともう1個必要？てか暗くて見にくい。昼間やれ。汚水の保管用にも中くらいのタンクを建設。結構資材の生産速度が上がってきたな。丸太置き場もいっぱいになっちゃってるから、そろそろ地下貯蔵庫も欲しいところだね。立て直すんだったら早めに丸太どかした方がいいかもな。あいよ。ちょうどダム建設で消費してるし置き場もそのうち開くかな？清水弁も設置が終わり工事も佳境に入ったぜ。発明家の上位互換の天文台を安藤オーク、でも松屋になくて建てれない。おい。注水ついでにメインダムの清水弁のチェックだー。さあ自動で開いて川の水位を維持して、注水したら閉まるのか？さあ結果は。よし清水弁から水が出てるぞ。ってあれ？どうした？川の水に合わせて清水弁設置したつもりが一段多く設置しとった。暗くて見にくかったからか。だから昼間やれと。清水弁の水位設定方法まだ不慣れであります。川の水位より低い設定にしないと水だだ漏れになっちまうぜ。さああとはここを工事すれば完成だ。優先度の高い奥から作れー。でもその手前を先に作っちゃうのがビーバークオリティ。こら、もう奥側が工事できないでしょ。やり直し。二度手間。考えを改め上から工事しました。安全第一。結局メインダム完成前に干ばつが終了。まあ次の干ばつまでには完成するだろ。命の水。
とかぶって水の流れが見えん。川の水位がじわりじわりと上がっております。清水弁からちゃんと自動で水が来た。これでもう水門の開け閉めをする必要はない。と思わせておいて、水だばー。ダメじゃねえか。お前清水弁一つ多く設置してただろ。泣きながら一番上の清水弁の動機を解除して常に閉まる設定にした。メインダム、完成だー。それでもやっぱり水だばー。前よりかマシになってるが、上の水門から溢れるとちょい漏らしになるな。水源3個分捨てても過剰な水量だった模様。水位で微調整するか排水量を増やす仕組みをどっかに作った方がいいな。まだまだいっぱいやることあるしトリマ水位微調整で乗り切りましょ。洪水の規模も小さいし。だな。これにて水門自動化、もうやらかさんぞ。ある程度の貯水はできるようになったけど、まだ長期の干ばつに耐えれるかは微妙かな。ハード難易度は油断するとやられる。天文台建設のための少量の松屋にを採取するのにタッパーの小屋を建設。適当に松屋に倉庫も建設と。松屋には加工された板作るのにも確か使うぜ。メインダムの底下げ工事。まずは高さを揃えるところからか。トリプルダイナマイトで一気に吹き飛ばしたい。まだ材料も化学ポイントも足りない。我慢しろ爆破ジャンキー。トリプルダイナマイトを使うには遠心分離機で作る生成物が必要だけど動力足りるかな？現状小さい風車が回ってなんとか稼働って感じだぜ。天文台も動力使うしどうしたもんか。トリマビーバー不足なのでロッジ追加。寿命ラッシュで子供ばっかになってるぜ。松ヤニの採取が始まったので天文台も建設開始。これが完成したら発明家を潰して全員こっちに転職だ。ダイナマイトいっぱいで爆破ジャンキー5万 S。この調子で貯水量を少しでも増やすであります。お、今度は干ばつ17日が来たぜ。多分余裕だと思うけど念のため節水モード。ポンプで汲み上げると自動で補充されちゃうから自動で水位管理してない下流の水を先に使うぞ。自動で補充される安心感。便利な世の中になりました。発明家の上位互換天文台完成。発明家は廃業じゃー。問答無用で発明家2匹が運送業に転職させられた。体を動かす仕事はいいぞ。さいですか。こっちも緑地化してるのでここは森番を立てて植林しようかな。清水弁で管理されてないエリアだけど、水門はあるから一応維持はできるはず。栗が食べたいので栗の木と不人気食品ベリーをこっちに移設。こっちは松ヤニ用に少しの松とオークを植林。オークは枯れにくいから少しくらい放置しても育てられるぜ。役目の終わった手前の水門を撤去。これまでの干ばつの最大の功労者が優待。今までありがとう。すまんビーバー、お気に入りの回し車壊させてもらうぞ。ああみんながドヤ顔で働いてた施設が。ここには生成物を作るための遠心分離機を設置します。ダムの底下げ工事のためじゃ、我慢してくれビーバーたちよ。生成物を保管するタンクも隣にホイットな。回し車を惜しむ声が聞こえた気がしたので、夜中にこっそり製材所と一緒に1セットだけ建築指示。優しい。動力が明らかに足りないので風車を増設。必要動力も増えてきた。下流が干からびたので水門開門オン。こっちもサクッと自動化するか？まだ貯水量に自信がないから悩み中。水面が多いほど蒸発は早くなるし。飲み水優先だとこっちは手を出さない方がいいのか。やっぱり動力がいまいち。まあ所詮風だのみだしな。こりゃ生産力の安定化のためにも、重力バッテリーの導入をした方が良さそうだ。てなわけで風車を追加しつつシャフトを延長。アップデで追加された垂直パワーシャフトのおかげで、高い位置も簡単にシャフトが繋げられる。神アップで。さらばアクシオ対策ダム。前回のアクシオで汚水完全分離が確認できたので、役目を終え解体された。残った素材は風車に生まれ変わるのだ。湖の段差部分の水がもったいないので、ここも爆破してダムの方に流れるように工事。足場でゴリ押しシャフト延長。これ絶対ビーバーハマるやつだ。注意はしてたがやっぱりハマった。成長しねえなこのビーバー脳が。これ階段できたよお家にお帰り。無事生還。やめてください危ないです。ハマる方がめんどくせえ、手動で調整しろ。かしこまりそうろう。などと危険と戦いながらも重力バッテリー建設開始だー。いのー、ちの水。湖のダイナマイトで干ばつ終了をお祝い。じゃあアクシオも干ばつも制したし今回はここまで。ジャスティスビーバーさんの新曲とともに、今回の出来事を振り返りつつお別れです。
ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。守るため毎日せっせと働く汚水からきれいな水を分けるのは俺の使命枝を運びダム作り専門で流れコントロール自然とのハーモニー完璧な技で見せる We are the beaver 水の番に分水する流れを Live We are the beaver 未来のため排水しててきれいに Keep 夜も昼も休まない水の流れ整える建設するマイホーム完璧なダムで知ってるよ汚れた水浄化して生命の環境を作り出す